自己紹介と同時に、今日こちらに見えた目的10ですね、その辺を話していただきたいと思うんですけども、はい。なるべく目合わさないようにしてるんですか？その視線が分かりますよね。絶対私は外してますよね。人見知りが激しいんで。ああ、なるほど、そういう意味ですね。聞かないと分からないですよね。30代の頃に風邪をこじらせまして、その時に耳の下ら辺にちょっとしたしこりができまして、それがだんだんと大きくなっちゃって、CT 検査とかもしたんですけれど、わかります。耳はかなり大きいですよね。はい、かなり大きいですよね。先生は取ってもいいし取らなくてもいいしっていう話だったんです。なんで取るんですか？このしこりですけど。しこりですか？はい、しこりを取るっていうんですか？取ってもいいし取らなくてもいいしっていうふうにおっしゃったんですね。そんなもんなんですか？はい。その昆布がどういうものなのかということは聞いたんですか？そういう詳しいことはそれも知らなくて、取るとか取らないとか、はい、取っていいものなんですか？取ってもいいし取らなくてもいいしって先生が言われたんで。そうじゃなくて、はい、まあそういうことなんでしょうけど、はい、取っていいものなんですかね？そんなふうには思わないですか？私はできるだけメスを入れない方がいいんじゃないかっていう自分では思ってたから。それはメスを入れるか入れないかという話ですけど、その前に取っていいものなんですか？だから、その病院の方では取る取らないの話ですけど、はい、なんでそうなったのかという理由というか原因というのは病院は知ってるんですかね？原因は多分風邪をこじらしてそこから来てるので、原因は先生もわからないっていう。原因もわからないのに、はい、取りましょうかって、はい、会話がおかしいんじゃないですか。僕はその話聞くと会話がおかしいと思うけど、はい、原因があって理由があって、そしていらないと、取った方がいいという結論が出たんだと。少なくとも最低その文章は欲しいですね。その文章も出してもらわなくて、いや切るのが嫌だとっていうことだけじゃ十分なそれに対する反応じゃないですよね。少なくともなんでそうなったのかっていうまず原因を知るべきですよね。そんなに真剣な考え、勘で動いたりしてる。だから家族のことも子供のことも自分の体のこともそのレベルだってことでしょ。そういう状態でじゃあこれからのことを指導してもできます？その今のその発想だから果たして脳にその情報があるのかなとっていうのがもう不安があるわけですよ。調べる前にね。それは今さっきから読んでるんですけど出ないんですよ。出ないですか。だから求めてない人の答えは出ないんですよ。あくまでその求めてるという前提ですよ。求めてる人に対して役に立つ。求めてない人に対しては役に立つ必要がないですよね。どう思います？余計なお世話でしょ。患者失格。そうなんですか。私は患者失格やるんですよ。それはもう40年前からそう。大体10人来れば9人全部患者失格。だって本人がそこまで自分に対して関心がないわけですから、なんで私ができるわけ？でも愛知県から来てるんですよここまで自分も治りたい。私は東京から私は東京から荷物の車で積んで来てるんですけども、役に立ちたいと思って来てるんだけども役に立てないじゃないですか。でも教えてほしいです。会話が成り立たないんだ。人と人のコミュニケーション、それ言われるでしょ。ちょっと難しいですね。私もそういった点はすごく悩んでいるところです。そうですよね。そっちが大きいですよね。言葉をうまく相手に伝うような言葉遣いっていうかなかなかと
できなくて。ああ、そういう問題もあるんですよね。ここには書いてないけども、長野の方でまた来てください。ロシア書は今日は読めないですから、だからできないですね。会話がまず成り立たないでしょ。もう今日は出番がないかと思ってもうがっくりしたでしょ。まだありますよ。こっち来て。こっち来て。よく見て。カメラに向かって普通にゆっくり歩いて、皆さん見てください。歩き方ですよ。はい。はい、じゃあこう戻ってきて。普通にね。はい。こういう本があって、宇宙と地球とあなたの不思議な関係っていうのがあって、大体浮き沈みっていうのは土地の影響を受けると。ここでは土地の影響と言ってます。それは神社とかいろんなところがあるんですけども、沼とかそれ以外にも浮き沈みの原因はあります。この本を書いた頃は土地の影響というふうに考えてましたから、そういう浮き沈みの影響を与えるものを排除しないと情報が読めないんですよ。浮いたら読めないです。沈んでも読めないです。相手が浮いてても沈んでても読めないです。それは地球に重力を支持することで、その人の情報は地球から入ってきますから、浮くとだからそれが入ってこないんです。沈むとやっぱり入ってこないんです。だから読めないんです。その人の情報は元から来てますから、元の情報を読むためには地球とつながってないと。で、手つないで2人とも感じて、はいはいこちらどういう感じ？2人手つなぐと楽ですよね。どう？微妙にちょっと重いかなみたいな。そうですよ。もう2人とも正しいですよ。沈んでる。で彼女は浮いてるわけ。浮いてるわけだから人の話は全然聞けないわけ。周りの人は本当に困ってるわけ。そうですか。でもみんな今日も私も困ったけど、多分もう身近な人はもっと困ってると思う。浮くとそうなるんですよ。で浮きも結構高いですよ。だから結構これは古いですよ。結構生まれた時からこの状態割と楽だったでしょ、はい、浮いてる人と手つなぐと正常なんですよ、はい、で沈んでる人と手つなぐと重くなっちゃうんですよ。でも2人は手つなぐことで両方とも正常ですよ。だから相性がいいんですよこういう環境で相性がいいの。だから浮いてる同士でいるともうどうしようもないわけで、沈んでる同士でいるときついわけ。両方とも沈んでるから、だからそういう時にこういう人がいるともう一分にバランスが取れるわけ。ちょっと来てもらえばいいねで、カメラ見て、で、はい、歩いてどんな感じ？少し重いか。重いでしょ。手つないだ時と一緒。今正常。今正常。今正常。結構重い。普通はみんなその状態で生きてるわけ。でもそういう重さがなくて、もう調子よく生きてるわけね。そうでもない。いやいや、もうその調子は伝わってきますよ。それのがいいんでしょうけど、みんなは迷惑ね。私も迷惑だったさっき。これから話をこうずっと聞いてると、今までと聞き方が違ってきますよ。後で聞きたいんですけども、今これからの話をどこで聞いてるのか、どんなふうに自分が聞けてるのか、今までとのその違いが多分分かると思いますから、それを聞かせてほしい。今話聞いててどうですか？今までとの違い分かります？はい、どういうふうに聞こえるのか。先生がお話しすることがジーンとなんか伝わったような聞こえ方です。浮くとね、ちょっと右と左の耳に入っている音がずれるんですよ。聞こえがいつもしっかり聞けれてないっていう、こうふわっとした聞こえ方しかできない。風呂場に入って話してるような感じになっちゃうんですよ。ムワーンとなってる。なんかこう一つこうバグがかかっているような。だから人の話がストンと来ないんですよ。そうですね。だから勘違い誤解しちゃうんですよ。っていうのが浮くとそうなるんです。で今が正常。ちょっと重くなるけども、でもそれに慣れた方がいいですよ。そうですか。そういうシールがあります。これは YouTube でも YouTube 見た？見ました。
こういった回復シールっていうのを見ました。で購入したいんですけどってお電話したことあるんですけど、一度ワークショップ受けてください。私は売ることが専門じゃないんでとにかく一回勉強してどういうものかということが分かった上で納得してほしいということでしか渡さないんで、だからそういう意味では今日やったこれは2週間なんですよ、効果あるのが。2週間です。2週間過ぎると効果なくなっていくんですよ、どん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 。そういうもんなんです。で1ヶ月経つとほぼ効果なくなります。で神社行ってお守りもらったことあります？買ったことあります？お守りなんかばらしてなんか見たことあります？一回やってみてほしいですけど、中にあるのは木です。木をこう剥がしたようなそんな木が入ってます。でそれはご神木っていう神社にありますよ。ご神木を剥がした木なんです。それはその土地の影響があります。土地っていうのは宇宙で岩石がぶつかって地球っていうのはできてますから、宇宙に散らばってた元は全く何もないところから粒子が発生して、それがいろんな形粒子が変わっていって岩石になっていったものですから、そういう特徴があります。そういうものがぶつかって、そしてそれが散らばって土地になってるわけですから、当然にそういう岩石の力があります。それが人を引っ張るとか浮き上げるという能力があるんですよ。だからそういうところに近づくとそういう影響を受ける人がいます。それを外してくれる。それはそういう土地に神社の中にあるのはご神木っていう昔からあるわけですけども、神社は人が入ってこないように鳥のマークで人が入らないマークをしてあるわけですけども、もう何百年前からか神社というのは観光地になってますから人が入ってくるわけです。入ってきてそこで影響を受けておかしくなる人が何人も出てきたわけですよ。神社は困るわけですよ。そういう人に対して何とかできないかということで研究したら出てきたのがそういう樹木だったんですよ。でその樹木がご神木という形に変わっていったんですけども、ご神木とは全く関係ないそういう能力のある木が割と神社にあるんですよ。でご神木がそういう能力を持ってないものもあります。という中で土地の影響っていうのは浮きっていうのと沈みっていうのそれぞれに10種類ありました。浮きが1から10まであって沈みが1から10まであるんですけど、それぞれに対応する樹木があるんです。でそれを私は全国を歩いてその樹木を見つけたんです。この20種類を全部一つのシールに燻製したんです。これはシルクですけど、シルクに20種類の樹木を燻製したんです。そういうだから浮いてる人も沈んでる人も同じ効果があるんです。